さあ、小松交通です。今回も最後までお付き合いください。この動画の2つ前から続いている東京からソウルまで在来線と船とバスだけでつなげるこの旅もいよいよ締めくくりのタイミングということで、ここからもう韓国の鉄道の旅が始まります。この日の夕方にはもうソウルに着いてしまうということで、一体どんな旅のフィナーレを迎えるのかお楽しみに。そしてこちらやってきましたプサン駅、めちゃめちゃでかい駅です。そしてこのでっかい駅の目の前にでっかい駅前広場がありまして、なんか修学旅行生のグループ10校ぐらいはもうここに座ることができるんじゃないかっていうぐらいのでかいスペースが作られています。日本の鉄道だと JR とそれから京王、京急、阪急とか東映交通とかいろいろな組織がありますけども、韓国の主な鉄道を運営しているのはこちら韓国鉄道公社コレールという組織が運営しておりまして、こちらの2005年に国から鉄道事業を継承して運営している組織ということで、言うなれば韓国の国鉄みたいな感じです。さあ、その韓国国鉄の駅、プサン駅入ってきましたけども、この大屋根が韓国の駅の特徴っちゃ特徴ですかね。ただ普通に脇には化粧品のお店だったりコンビニとか喫茶店もあったりするので、そこは日本とそんなに変わりはないです。前回と前々回の動画にあるように、私はこの東京から韓国の首都ソウルまで各駅停車で移動したいということで、これからね、キョンプ線という路線の各駅停車でソウルに行きたいんですよね。さあ、各駅停車どれかなと、上から SRT、KTX、ハングルでムグンファ、SR って書いてあるけど、待って、各駅停車どれなんでしょうかね。ということで、ここからキョンプ線の種別について解説していきます。まず日本の大動脈、東海道線はどうなっているかというと、まず全ての駅に止まる普通列車というものがあり、その上に一部の駅を通過する快速、新快速、特別快速がありますよね。その上に別料金を必要とする特急列車、寝台特急。そしてさらにその上に別のルートで建設された高速鉄道、いわゆる東海道新幹線と、ざっくり種別を分けるとこういうふうに4種類分かれているわけですね。対してこれから乗る韓国の大動脈キョンプ線、南の大都市プサンから首都ソウルへとつながる韓国の一大大動脈路線なわけですけども、プサン駅から全ての駅に止まる普通列車というのがなんと存在してないんですよね。大半の区間では急行にあたるムグンファ号、ヌリロ号、そしてその上に特急にあたるセマウル号、マウム号、そしてその上に高速鉄道の KTX、SRT というこういう種別のラインナップになっていまして、全ての区間、全ての駅に止まる各駅停車が存在しないんですよ。ちょっと日本では考えられない種別構造ですよね。ということで、その中で最も比較して停車駅が多い種別というのがこちら、急行のムグンファ号というものになります。しかしそのムグンファ号という同じ種別の中でも列車に乗っては停車駅が全然違うという、こちらムグンファ号だけ抜粋した時刻表を今見せていますけども、こういう風にパターンがあるにしても細分化されすぎてて、なんだ千鳥停車まで辞さないというね、むずすぎじゃね。ということで、プサンからソウルまで全ての駅に止まっていくことは難しいと判断し、こちらは断念させていただきます。ちなみに先ほどキョンプ線には各駅停車がないと言いましたけども、首都のソウル近郊とテグという町の近郊には全ての駅に止まる普通列車が存在するんですね。こちらキョンプ線と全く同じルートではあるわけですけども、それぞれ独立した別の路線系統として走っています。言うならばこれは東京から横浜まで東海道線と並行して走る京浜東北線みたいな存在です。そういう列車が走っている区間では随時乗り換えを駆使しまして、ゆっくり首都ソウルまで歩みを進めていきたいと思っております。さあ、気を取り直してプサン駅からムグンファ号乗っていきましょう。このムグンファ号とか KTX が発着する駅、日本との決定的な違いがありまして、なんと改札がないんですよ。切符を買ったらばそのまんま列車に乗れてしまうという、いわば信用乗車方式というやつですね。もちろん韓国の地下鉄とかには改札はありますけれども、こちらにはないということで、日本の鉄道に慣れているとですね、なんかすごい重要なことを忘れているような気持ちになって、ハラハラしながらエスカレーターを降りる羽目になっています。さあ、私ムグンファ号までまだ若干時間がありましたので、少し別の列車を見物していきましょう。目の前に見えているのは左手に SRT、そして右側が KTX。これは韓国の高速鉄道、新幹線みたいなやつですね。
韓国の高速鉄道にもこれまた日本と大きな違いがありまして、それはなんと高速鉄道と在来線が同じ線路を走れるということなんです。日本の在来線と新幹線は線路の幅が違うわけでして、例えば静岡周辺ではこういう風に在来線と新幹線が並走したりしますけども、線路設備やホームは完全に物理的に分かれてしまっています。もちろん線路でつながるということはありえないわけです。もちろん山形秋田新幹線とか、あとは北海道新幹線の青函トンネル区間など一部例外こそあるものの、それぞれの在来線と新幹線が完全に分離されているというのが日本の常識です。しかし韓国の在来線と高速鉄道いわゆる KTX とでは線路の幅は同じ標準機 1435mm、 電化方式も全く一緒の交流電化ということで、 KTX は在来線と同じプサン駅のホームから発車してしばらくは在来線の線路を走ります。そしてしばらくすると在来線と別の路線、キョンプ高速線という200キロか300キロで走る専用線に入りまして、最高時速305キロを出して高速運転を始めるということになるわけです。ちなみに途中のトンテグ駅、それからテジョン駅、終点のソウル駅のあたりでは、こちらは在来線とまた同じ線路に戻るということで、在来線と高速鉄道が完全に分離されているというわけではないということですね。そして私が乗るムグンファ号、一番乗り場、一番端っこか。ようやく乗車するホームが決まったということで、さあもう列車に乗り込むしかありませんね。さあここが一番ホーム。今回これの切符を持ってます。ネットで買えるんです。これを提示すれば発見もせず乗れちゃうという、めちゃめちゃ便利ですよね。下にはすごいムグンファ号の客車だ。日本ではもうイベントワクワク列車でしか見ることができない客車が普通に現役で走っています。でもこれも近々置き換えられてしまうそうなんですが、私なんかお茶の一つでも買おうかな。ワオパスって使えるのかな、自分って。このとりあえずプレミアムラテみたいな、これはどうするんだろう。タッチしてどういうこと？カードこう入れるんか。そうよしよ。すごい。なるほどね。ワオパスのこの IC のところでこれを買いました。いやー嬉しい。実物は初めて。これが私小松交通が乗る最初の鉄道ということになります。よろしくお願いします。日本でも客車列車なんて走ってないですけどもね、ここでこんな旅情ある列車に乗れるというのはありがたい。そしてこの低いホームから2、3段登って客車に入ります。これ車椅子の人とかちょっと大変そうですけどね。そしてこの内開きのステンレスのドアを手すりを持って開いて入りました。こういう感じなんですね。ムグンファ号は全車指定席で、ただ混雑時には立ち席券も販売されるということで、ちょっとだけ特急列車っぽくはなっていますけども、ただ運賃は一番安い急行の部類に入ります。私はこちらの座席に座って、座席自体はそんなに日本のいわゆる特急列車並みの座り心地というか、言ってしまうと小田急ロマンスカーよりは座りやすい。結構ふかふかです。ちゃんとカーテンもついています。で、前に網ポケット、飲み物を置くのにふさわしい網ポケットも入っていて、あとフットレストもあるんですよね。すごい急行の扱いで特急みたいな列車に乗れていいんですかって感じですけども、客車っていうからにはもうちょいボロいものをぶっちゃけ想像してしまっていたんですけどもね、かなり快適に過ごしそうです。さすがにコンセントはありませんでした。열차가 곧 출발합니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. Thank you. 안전사고 예방 꼭 지켜주시기 바랍니다. さあ発車メロディー的なのはあんまりなく、静かに発車していきました。客車列車特有のガタンみたいな衝撃もなく、本当に自然に静かに発車して乗り心地は今のところ良いです。
そしてプサン駅を出てしばらくすると在来線とキョンプ高速線という先ほど言った KTX とか走る高速鉄道の線路がここで分岐するわけですね。車窓左側なんで右側の景色見えづらくて申し訳ありませんが、この辺で分岐しています。ここからしばらくは在来線と高速鉄道が別の線路を走るということになっています。昨日港に降りて一番最初に放った街の感想、長崎をめちゃめちゃでっかくしたみたいだみたいな感じに言いましたけども、うわー、長崎を超絶豪華にしたらこんな感じなんだね。本当にずっとこういう風に山の斜面にめちゃめちゃでかい高層マンションがおびただしい数連なっていまして、日本ってどうしても地震大国ですが、こんな高層マンションバンバカ建てられないわけですけども、これはやっぱり韓国ならではの光景と言えそうです。騒音対策のあれでしょうか、柵が結構厳重になっていて、日本の高速道路とかで見るような柵、厳重な柵がこうやって張り巡らされててね、景色をめちゃめちゃ楽しめるような感じではないんですが、結構騒音の苦情とか公害対策もしっかりなされているということの表れでしょうか。で、先ほど述べたようにムグンファ号は各駅停車ではないので駅を通過してしまいます。ここはササン駅というところです。こちらに止まる列車はソウル方面が朝と夜の3本、プサン方面は朝だけ2本ということで、お主秘境駅かと言わんばかりの本数なわけでして、しかもこういう駅がね、韓国全土にちらほらあるんですよね。どうしてこういうことになってしまったのかは謎です。おそらく先ほどのササン駅の近くにプサン交通公社といういわゆる地下鉄の2号線の駅がありまして、多分ほとんどのお客さんはそちらを使っているので、この駅に止めなくてもあんまり影響ないかということで通過してしまっているんだと思うんですが、にしてもこの割り切り方はすごいですね。そして車窓を見ていてお分かりかと思いますが、基本ずっと速いんですよね。本当に特急列車に乗っているような感覚になります。そして通過したササン駅の隣、9時8分、グポ駅というところに停車しました。プサン駅からこのムグンファ号それなりに空いていたわけですけども、この駅でなんとほぼ満席になってしまいました。こっから乗るんですね。在来線のムグンファ号を乗る方はこっちから乗る方が結構多いんでしょうね。そして私の隣にもお客さん乗られまして、スマホゲームオンマが座られました。お客さんを満載にしたムグンファ号はどんどん北に進んで、左側にすごい大きめの川が見えます。これ楽東江という、韓国では川を江って言うんですね。ここはなんと韓国統治下における最長の河川、ここなんだと。教科書にも出てきた昔の朝鮮半島の国、新羅の時代からこの海を介して日本と結ばれる重要な水上交通路として利用された伝統的な川だということで、ここでなんと日本とのつながりを感じ取れるとは思っていませんでした。そしてこの川は現代にも重要な影響を与えていまして、この朝鮮半島で起きた戦争、朝鮮戦争初期、アメリカと韓国軍はプサン近くまで北朝鮮に追い込まれてしまったわけですけども、この楽東江という川が自然の障壁の役目を果たしてギリギリプサンが陥落するということはなく、一気に戦線を取り戻したということで、こういう川がやっぱり戦争にも一つずつ影響を与えていて、今の国の形ができているんだなということがとても感慨深いですね。さあ、このムグンファ号に乗りながらちょっとだけキョンプ線の歴史をご紹介いたしましょう。19世紀後半、まだ日本が朝鮮半島を支配する前ですけども、その頃朝鮮政府の財政はかなり圧迫しておりまして、国内の資源の採掘権であったり、鉄道を敷く権、敷設権などを外国人にどんどん売却してしまっていたということで、そんだけお金に困っていたんですね。で、こちらのキョンプ線の敷設権というのは、アメリカ人の事業家モーリスという人がこちらを所有していたわけですけども、このモーリスという方もお金にだんだん困ってしまったということで鉄道を敷くのを断念。で、その敷設権を日本の事業家である渋沢栄一が譲り受け、キョンプ鉄道として1901年に着工、日韓併合の5年前1905年に開業させたということで、ここにも渋沢栄一が関わっていたというとんでもない男ですね、彼はね。日本の主導のもとこのキョンプ線は作られたということで、やっぱりこの作りというか構造も日本の鉄道に結構近いものがあって、韓国の一部の地下鉄とか別の路線は右側通行というそういうところがあるんですけども、このキョンプ線に関しては日本の昔からのやり方がそのまま受け継がれています。そして先ほど止まったウォンドン駅の一つ隣、サムナンジン駅というところを出て、そうすると左手側からキョンジョン線という別のローカル線が分岐していきました。
でそれが分岐したと思ったら今度は真向かいから線路が合流してきました。ここはなんと京葉線と武蔵野線みたいなデルタ線になってるんですよね。進行方向、スイッチバックをすることなくそれぞれの方向で行き来することができるようになっています。キョンジョン線というのはこういう路線です。こういうふうに朝鮮半島の南側の海岸沿いに東西に結ばれている路線です。私がムグンファ号を乗っているのは2月の韓国ということで結構寒かったわけですね。なんですけど、こう左側の金属のあたりがすごい熱いヒーターになっていて、車内めちゃめちゃ暑いですよね。いや、これはまあ韓国寒いからということで、おもてなしの一環だと思うんですが、もう私は結構暑がりなんでかなり暑いです。風光明媚な楽東港沿いをずっと突き進んで、とうとうまた市街地が現れてきました。ここはミリャン市。密の陽と書いてミリャン。めっちゃかっこいい地名だな。あと、どの町にもタワマンありがちっていうのが韓国の特徴だということがわかります。そして9時46分、ミリャン駅に到着です。私このミリャン市のことを何も知らないんですけども、調べたらなんと滋賀県近江八幡市と島根県安来市と姉妹都市らしいです。どういう経緯があったのかは全く知りません。こう韓国の鉄道は改札がなかったり、そもそも各駅停車がないとかいろいろ日本との違いはありますけども、パッと見車窓はそんな変わんないですよね。韓国の建物若干特徴的なところもなくはないですが、パッと見山陽線にこういう車窓ありそうだなと思ってしまいました。ずっとね、中国地方の風景に近いんですよね。なんか平野がめちゃめちゃ広いわけでもなく、かといってすごい高い南アルプスみたいなのがそびえてるわけでもないっていうのが、かなり中国地方を思わせる風景なんだなっていうのが親近感湧きますね。さあ、日本と変わらない風景だなと思っていると駅を通過します。ここが山東駅を通過。ここはもうほぼホームに屋根がないですよね。そしてまた線路が分岐したと思ったら今度はナムソンヒョン駅、こちらもまた通過してしまいます。この駅もなかなか凄まじくて、上り6本下り3本しか停車しないという、これもこれで秘境駅ですけども、とはいえ駅の周りそれなりに住宅もあるわけですからね、需要ありそうなもんですけども、こういう風に完全に本数的には見限ってしまっているわけですね。さあ、基本的に各駅停車がないキョンプ線ですが、一部の区間には走っているということでどんどんそれに乗り継いでいくわけですが、この駅でいよいよ韓国初の乗り換えを果たすということで、ちょうど目の前に止まっているあの青い列車に乗り換えます。ということで10時16分、キョンサン駅に到着しました。プサンからちょうど100キロほど移動してきたわけですね。博多から朝までの距離、東京から熱海ぐらいまでの距離を移動してきたという感じです。さあ、キョンサン駅降りました。後ろはこうなってんだな。私はなんでこんな駅で降りたかというと、私本当は各駅停車の旅がしたいんです。ただムグンファ号は通過する駅があるので、どうしてもしょうがないんですが、ここから先はしばらくこの京浜東北線みたいな列車がありまして、これですね、大京線、なんていうんだっけ、正式名称。でもこれ本当去年の秋ぐらいにできたばっかりのやつで、この先のテグ市内を各駅に進む、色もそのまま京浜東北線みたいな、これに乗っていきます。人生初の韓国での乗り換えに心を躍らせつつ、キョンプ線の方も後にします。ちょっとムグンファ号も発車していきました。この階段を見る感じは日本の駅とそんな変わらないですけどもね、エレベーターもあって、上に乗り場とかテギョン線とか行き先も書いてあります。で、出口が黄色で表されているというところも変わらないです。ただやっぱり一番大きいのはこの改札がない。もうスルーって出ちゃう感じがすごい違和感ありますね。なんかすごい重要なことを忘れているような気持ちになりますが、これがデフォです。ちなみにムグンファ号で検察とかなかったですね、そういえば。キョンプ線の出口出て左側のスペースに書道の展示があって、なんか日本でもこういうのやってますよね。同じ東アジアを感じるわ。あまり乗り換えに時間はないので、乗り換え通路を急ぎます。こちらがテギョン線の乗り場の改札口です。テギョン線はこういう風に改札があるんですね。ここで史上初の T マネーをタッチして乗り込みました。ここはもうスイカをタッチするのと感覚的には一緒です。
こうしてみてなんとなく思ったのは、韓国の鉄道は長距離の列車と短距離の地下鉄とで考え方を完全に分けてる感じがしますよね。改札のあるなしとか、あと列車の構造とかですよね。そういうところで分けてるんだろうな。そこは日本とは全然違う考え方ですね。時刻表もありますね。1時間に1、2本程度。そんな多くはない。子供の燻製みたいな。キョンプ線のホームの脇にひっそりと佇む一面一線のテギョン線、また各駅停車でキョンプ線を突き進んでいきます。ちゃんとホームドア完備っていうのがすごいですね。東京から数えて25個目の乗り物、テギョン線組行きに乗っていきたいと思います。この路線、そもそもどういう路線なのかというと、韓国の第3の都市テグ市とその周辺の都市を結ぶ路線ということで、言うたら岡崎発岐阜行きの各駅停車みたいな、そういう存在だとざっくり思ってもらえると幸いです。このテグという町はそれなりに鉄道需要が元からありまして、地下鉄も3本ぐらい走ってるわけですけども、ただムグンファ号がどうしても本数が少なくて利便性に難があったということで、各駅に止まるテギョン線というのが新しく設けられたということで、ただ線路的には完全にキョンプ線と同じ線路を走っていきます。ムグンファ号は特急のような乗り心地でゆったりと移動してきましたけども、ここからは普通の在来線に乗ってしばらく北の方に進んでいきます。10時29分、キョンサン駅を発車しました。このテギョン線の終点のグミ駅まで乗っていこうと思います。よろしくお願いします。先ほどの客車ホームのキョンプ線とは打って変わって、このフルスクリーンホームドア完備の駅を出発していくというのは全然違う感じがしますけども、線路としては全く同じキョンプ線の線路を進んでいきます。こう2面5線のキョンプ線のホームの隣に1面1線のテギョン線のホームが増設されているという、もう完全にキョンプ線の邪魔にならないような作りとなっているわけですよね。キョンサン駅を出るとほどなくしてキョンプ線の線路と全く同じ線路に合流して、改札は完全に分けられているというのがなんとも不思議です。キョンサン市はそもそもどういう街なのかというと、韓国の第3の都市テグから14キロほど離れたベッドタウン的な街でして、市内に韓国造兵公社の貨幣本部があるという、なんで韓国の貨幣はこの辺で作られているという感じなんですかね。ただ各駅停車と言いましたが、この列車もなんと駅を通過してしまいます。ここはカチョン駅という、駅と言いつつホームねえじゃねえかって感じですが、まさしくここは2005年開業の貨物のみ取り扱う駅ということで、ただ旅客列車は停車していないんですね。完全にこの駅貨物専用駅になっているわけですので、今回の旅の駅の数に組み込むのちょっとだけおかしいっちゃおかしいんですが、韓国鉄道公社のホームページとか見るとどうしてもこれは駅という扱いになってしまっていますので、一応今回でも駅という扱いで通過させていただいております。そして右手側からまた締めの高架橋が合流してきまして、これはなんと先ほどプサンで離れたキョンプ高速線、KTX が全速力で突っ走る高速線がここで合流するんですね。ここからしばらくは高速列車と在来線が同じ線路を走るという、いやーこれ何回見ても面白いですよね。東海道新幹線と東海道線合流するみたいな感じですからね。ちなみにプサンからテグまではこういう風に分かれて走ってきていました。キョンプ線在来線の方が近そうには見えますが、キョンプ高速線の方が急カーブが少ない線形になっていて、スピードとしてはこっちの方が圧倒的に速いです。世界遺産がある町キョンス駅のあたりも通るらしいですね。こう通勤列車でも特急さながらの到着メロディーが流れるのがなんとも不思議ですね。テギョン線はこの先東テグ、テグ、西テグというテグのそれぞれの駅に止まっていくわけですが、まず東テグ駅に到着です。ここはテギョン線や急行ムグンファ号はもちろん KTX も全ての列車が停車する一大ザ・ターミナル駅となっています。駅の規模もそれなりにでかくて、7面14線もある韓国内ではソウルの次に大きい駅なんですね。あとプサン駅よりも大きいという。でこのテグ市における鉄道の玄関口はこのトンテグ駅が役割を担っていまして、その隣にテグ駅もあるわけなんですけども、
もともとはそのテグ駅が主要なターミナルだったわけですけども、周りに繁華街もあってちょっとだけ駅が手狭になってしまったということで、1969年混雑するテグ駅の代わりにその交通拠点の役割を担う駅としてこのトンテグ駅が開業したということで、長距離の移動をする方は必ずこの駅を利用することになっています。でこのテグ市内には空港ももちろんあって、日本からだと福岡、関空、成田からの航空路線も就航しているということです。そしてトンテグ駅から5分ほど走って10時46分テグ駅に到着。東でも西でもない元祖テグ駅です。この1913年キョンプ線が開通したての頃にこのテグ駅の駅舎が作られまして、その写真がこちらですね。木造2階建てのルネッサンス様式ということで、朝鮮半島では当時3番目に大きい規模の駅だったそうです。日本の技術と英知を結集して建てられたかなり大規模な駅だったことがわかります。そんなテグ駅ですけども、交通の要衝は先ほどの東テグ駅に譲りまして、なんと KTX この駅は全列車通過してしまうんですよね。通過しなくてもね、需要があるから止めてもいいんじゃないかって気もしますが、速達性が損なわれてしまうからだということだとは思うんですが、でもにしてもここまで思い切ったことをできるのはなかなかすごいですよね。東テグ手前で合流した高速鉄道は引き続き在来線と同じ線路を進んでいますが、ずっと福福線ですね。向こう側はプサン方面の SRT という別の高速鉄道です。そしてしばらく福福線が続いていたわけですけども、ここで真ん中のキョンプ高速線はトンネルに入りまして、ここから高速鉄道の専用線に入るということで、大半の KTX はこのトンネルから高速運転に入ります。今大半のと言いましたが、すなわち一部の KTX はまだ高速線に入らず在来線を進みます。こちら10時52分西テグ駅に止まりました。まもなく袖具駅です。ここはなんと2022年にできたばかりの新駅だということで、先ほどに東テグ駅がターミナルの中心駅だったわけですけども、とてつもなく利用客が急増しまして、ちょっとだけ飽和状態にあるということで、その機能を分散してこの西テグ駅、ソテグ駅が作られたということで、そしてこの駅にはこのテギョン線と一部の KTX、SRT という高速列車が停車します。ちなみになんとセマウル号やムグンファ号は通過らしいです。はぁって感じですよね。路線図で見るとこういう感じ。完璧な千鳥停車を爆誕させているということで、なんで止めりゃいいのにって思いますけどね。なんかそんなことしたら初見殺しにも程がありますけども、これはこれで面白いですからいいでしょう。そしてソテグ駅を出発したテギョン線はしばらくすると、先ほどトンネルに入って分岐したキョンプ高速線と交差します。じゃあさっきソテグ駅に停車する KTX はずっと在来線のままかといったらそんなことはありません。在来線を突き進んでいくと、何やら上下線が分かれて真ん中にスペースが作られました。そうなんですよ。こっからまた高速線が分岐するんです。これはテグ北連結線という、地図で表すとこういう感じ。キョンプ線と高速線をつなげるためだけの連絡線ということで、先ほど西テグ駅に停車する高速列車はこの連絡線を通って先ほどの高速列車の線に戻るということで、逆にその西テグに KTX を止めるためだけにこの高規格な連結線が作られているという、もうそこまでやるんだというね。鉄道にめちゃめちゃお金をかけている韓国が本当に羨ましい。日本もそんぐらいあってほしいものです。引き続きテギョン線は在来線で各駅に進んでいるわけですが、行き間がめちゃめちゃ長いです。京浜東北線どころか静岡県の東海道線ぐらい長いです。そしてここで皆様にお詫びいたします。先ほどこのテギョン線を各駅停車と言いましたが、なんと各駅停車ではありませんでした。この動画を編集していろいろ路線図とか見ている最中で気づいてしまったんですが、なんとこのテギョン線も一部の駅通過してるんですよ。このソテグ駅の次の駅の新道駅という駅を通過して、この駅にはムグンファ号は止まるという。そしてその次のワカンは停車して、また若木駅通過っていう。またここで千鳥停車かいって感じですけども。元から各駅停車は諦めていたので、あれですけども、ずっと各駅停車って言ってたので、ちょっとここでお詫びさせていただきます。
さあしょうがないよねということで気を取り直して11時9分、ウェガン駅に到着しました。和の館と書いてウェガン駅、すごい名前ですけども、和漢というのは中世から近世の李氏朝鮮の時代、朝鮮各地に設定された日本人居留地のことを指す言葉だそうです。ただここの和漢の地名は文禄慶長の駅という豊臣秀吉が朝鮮出兵した戦いですよね。その際に日本軍の兵糧集積所があったことに由来しているのだそうで、その地名が未だに残っているんですよね。いや面白い。そしてウェガン駅のテギョン線の方も出発して、と思ったらこれ改札が現れましたね。で改札の先にこれまたホームがあって、こっちはなんとキョンプ線のホームなんですよね。キョンプ線のホームの端っこに我々のテギョン線が止まるという、なんか曲がりみたいな感じになっているのが面白いです。ただウェガン駅からも引き続きキョンプ線の線路を通って、ここはウェガン鉄橋という緑色の結構立派な鉄橋です。この鉄橋と同じ橋ではないんですが、別のところに人道橋がありまして、この橋がなんと朝鮮戦争の際に侵略してきた北朝鮮軍を食い止めるために爆破された橋があるという、そういう経緯を持った橋がありまして、五国の橋と、要するに英雄の橋みたいに呼ばれているわけですよね。この半世紀以上前の戦争の爪痕が随所に残っているというのが朝鮮半島の現実です。さあついに11時28分、テギョン線の終点久美駅に到着しました。グミと言っていました。すみません、久美駅でしたね。久美駅のキョンプ線のホームには止まらず、絶妙なスピードでずっと進んでいるわけですが、このキョンプ線の停車のホームは通過してテギョン線のホームに入ります。地図で表すとこういう感じ、キョンサンから 61.9 キロ進みました。プサンからの距離は 164.9 キロですね。プサンから久美はおよそ東京から静岡県の清水とほぼ同じ距離進んだと思ってもらえると幸いです。さあキョンサン駅から実に1時間ほどテギョン線に乗って終点の久美駅に到着しました。オードリー春日の奥さんみたいな名前ですね。私はここからまたテギョン線からキョンプ線に乗り換えて、またムグンファ号で北を目指します。ここでさっきのローカル鉄道終わりで改札を降ります。で改札を出てまたホームから出るっていうのがすごい不思議ですね。このホームはいわゆるムグンファ号とかマリロとかいろんなのが出てくるやつですよね。さあキョンプ線のホームからも上がって出口出ます。右側に垂れ幕がかかっています。こう翻訳してみると、上がテギョン線開通という、下に不正乗車をめちゃめちゃ取り締まっている旗がありますね。それだったら改札導入してもいいのにと思うんですが、それには至らないのは何か理由があるんでしょうか。パッと見日本の駅とそんなに遜色ない感じの見た目になっていて、駅の入り口の周りにはこういう靴屋さんとかレストランとかカフェとかもあるんですね。コンビニもありましたね。この久美駅がある久美市、実は1960年代から70年代にかけて韓国の大統領を務めたパク・チョンヒの出身地だそうです。彼が大統領の間にやったこととしては、日本と韓国の国交正常化、そして日本などの西側諸国から得た融資をもとに社会インフラを構築し、後にハンガンの奇跡と呼ばれる経済成長を達成させたことで知られています。そして今私がいる久美の町もその政権の下で工業都市化が進んだという経緯があります。ただ一方で学生の間で巻き起こった民主化運動を弾圧するなど、かなり強権的なやり方が目立つ政治を推し進めたということで、彼の死後も評価は賛否両論と分かれています。さっき駅前でなんか街頭インタビューの人みたいな声かけられて、女性と男性の2人組だったんですけど、もちろん韓国人なんでベラベラベラ韓国語で喋りまくられて、とっさに「ごめんなさい日本人です」って日本語で言っちゃったんですよね。そしたらもう向こうも察してくれて、あ、そうでいいみたいな感じで去ってくれたんですけど、そういう時に例えば日本人ですだったらイルボンサラメよっていう言葉があるんですけど、そのフレーズだけ覚えていたんですけど、とっさに話しかけられるとちょっと何も言えねえってなっちゃうな。いやちょっとな、もうちょっとコミュニケーション頑張りたいな。
留学とかしないとこういうのってどうにもならないでしょうね、本当。あと相変わらず車が怖い。車が結構クラクションとかバンバン鳴らすし、私に鳴らされたわけじゃないですけど、なんか結構日本より鳴らしてるような気もするな。ってことで一通り散策したところで、またグミ駅に戻ってまた無群作業を乗っていきましょう。さあ、ぶらり途中下車の旅も終わりで、ここからまたグミ駅に戻って列車に乗っていきます。のはまたしてもキョンプ線の無群ファ号。これはプサン始発のソウル行きの列車ですね。ついに列車の名前にソウルの文字が入ってきました。いやー、旅が本当に終わりに近づきつつあります。韓国の駅はこういう風に柱に ITX 何号車、無群ファ号何号車っていう風に書いてあるんですね。この表示を頼りに私の乗る列車に乗り込みます。こちら第26ランナーキョンプ線無群ファ号1308列車ソウル行き、またしても客車列車で進んでいきます。韓国の列車の形式とか全く分からずであれなんですけど、若干さっきの列車より新しめに感じますね。さあ、ホーム上にはこういう風に行列ができるほどの満員で、列車の中は満席でしたね。なのでデッキに立ち客の方もいらっしゃったんで、相当混雑しているのがお分かりでしょうか。私は事前にネットで切符を買っていたので、ちゃんと席にありつけることができました。12時6分、久美駅を発車しました。久美駅のホームの様子を見た感じ、日本の鉄道の駅と大して違いはないように感じます。自販機も普通にあるわけですけども、日本の鉄道でよくある立ち食いそば屋とか駅弁屋みたいなのは全くプサンでも見かけたことがなかったですね。そしてキョンプ線のホームを過ぎて改札機がやってきたということは、これは先ほど乗ったテギョン線のホームですね。ホームの高さが上がってスクリーンホームドアを通過していきます。客車がこのスクリーン式ホームドアを通過するというかなり奇妙な映像が撮れていると思います。さあ、客車の車内はこういう感じ。先ほどよりなんか緑色が多く使われているのと、ちょっとだけ新しそうに感じるんですが、多分さっきの客車とは別の形式になるんでしょうかね。詳しい方いたらぜひ教えてください。そしてこちらの無群ファ号も残念ながら各駅停車ではないんです。ここはアポ駅というのを通過していきます。この駅、何の変哲もない駅に見えますが、2011年に旅客扱いを中止？全列車通過してる。じゃあもう駅として廃止されてるってことではないみたいです。駅としては休止扱いなんですが、駅ではあるという、なんじゃそれって感じで、韓国にはこういう駅が結構ゴロゴロあるんですよね。こういう風に韓国と日本の鉄道って似ているようで全然違う特徴があって、そこの差を見るのが面白いですが、こういう風に在来線と高速鉄道が交差するのは日本でもおなじみの光景と言えましょう。そして久美の一つ隣の町キムチョン駅に到着しました。先ほどの久美駅とともにここには全ての在来線列車が停車するということで需要がかなり多いんですね。そしてこのキムチョン駅の近くに高速船のキムチョングミ駅というのがありまして、こういう風に地図で見るとちょうどキムチョン駅とグミ駅の、真ん中とはいかずキムチョン駅の近くとは言いますが、駅名にグミと書いてあるだけあってグミ市民にもしっかりと配慮してるんですね。なんか燕三条みたい。そしてキムチョン駅も過ぎてまた山が見えるところに入ってきて、向こうに雪山が見えていますけども、何気にプサンからずっと来ててあまり高い山は見てないですね。ちなみに韓国が実効支配している領土においての最高峰はチェジュ島のハルラ山という離島にある山が一番高いという。ちなみに朝鮮半島全体で広げると最高峰はペクトゥ山という聞き覚えのある方もいらっしゃると思いますが、北のお兄さんがよく登っていらっしゃるところです。そして12時42分ファンガン駅に到着。なんか高順みたいな駅名ですけども、ここはファンガン駅です。ここは見た感じ街の雰囲気も田舎だなって感じの駅なんですけども、ホーム見るとなんかやたら壺が置いてあるんですよね。壺があると思ったら今度はブランコっぽいものもあって、でよく見ると壺に一つ一つこうやって絵が描いてあるんですよね。この駅も田舎の駅ということで利用者減少に直面する駅を盛り上げようと、こういう風に詩や絵が描かれた壺があちこちに、もう駅だけでなく街中全体に置かれてあるということで、こうやって街を盛り上げようと頑張っている方がいらっしゃるんですよね。
いや、こういう地元にしかないものを見ると結構楽しいですね。さあ、この旅でまともに昼ご飯を食べる時間を大して取っていませんが、ここで一つお昼休憩という、これはミニッツメイドってハングルで書いてます。そしてこちら、女王ですよ、女王。これを見ると韓国だなって感じがします。これはチョコパイです。韓国のメーカーのチョコパイです。味は普通っちゃ普通なんですけども、エネルギーとしてね、糖分は欲しかったので、いただいていこうかなという。悠々と韓国の景色を眺めていると、またしても駅を通過します。ここは深川と書いてシムチョン駅を通過していきます。ちょうどムグンファ号左側の車窓で本当申し訳ないんですけども、右側の車窓にすごいいい駅舎がありまして、こちらなんと1934年に建てられたやつが未だに健在なんですよね。いや、これ映像で残したかったですね。申し訳ないです。登録文化財にもちゃんと登録されている木造の駅舎となっていて、次行く際はここも降りてみたいですね。ムグンファ号乗ってると後ろから話し声が聞こえてきて普通に電話してるんですよね。こういう電車の中で電話するのは大して韓国では普通の光景というかマナー違反ではないみたいです。そして13時12分、オクチョン駅に到着しました。さあ、オクチョンの次はテジョンと言いましたが、このテジョンというのは結構韓国の中でも大きめの地方都市です。ということは KTX も止まるんですね。ここに高い高架橋の高速船がこの在来線に近づいてきて、しれっと横付きになって、ここで在来線と高速船が再合流しました。우리 열차는 잠시 후 대전역에 도착합니다. 미리 준비하시기 바랍니다. もともと20年前の計画ではテジョン駅も高速船専用の線路と駅が作られる予定だったらしいんですけども、確か90年代後半の韓国経済危機だったかな、なんかそういうのでちょっと財政的にやばいと、もう少し建設費抑えれんかねということで、こういうふうにテジョン駅の周辺も在来線に合流するという形をとっているらしいです。13時23分、テジョン駅に到着。このテジョン自体が韓国で5番目に人口が多い大都市となっていまして、それだけじゃなくて100以上の研究所、なんだと首都機能の一部などもあって、そしてなんとこの韓国鉄道公社の本社もテジョンにあるんですね。ソウルじゃないんですね。そしてこのテジョン駅もパッと見た感じそんなに強い特徴があるっていう感じじゃないんですけども、かつてこのホーム上に立ち食いのうどん屋さんがあったんですね。これ蕎麦じゃなくてうどんになるんですね。このテジョン駅もかつて機関車の付け替え作業で列車が長いこと止まるということがあって、で、その間に乗客の皆さんがホーム上のうどんや韓国でいうカラククスを食べるという、そういう光景がテジョン駅の名物として知られるようになったらしいです。そしてテジョン駅を出ると、またしてもこのキョンプ高速線が離れていきます。さあ、このテジョンから先はソウルの首都圏にどんどん近づいてきて、街も結構断続的につながるようになっています。そしてここはプガン駅。プガン駅はここは通過ですね。駅の目の前になんか赤茶色の駅舎なんですかね。なんか建物がすごい可愛らしいですね。そしてプガン駅の向こうにコンテナがあって、ここは貨物駅も併設されているんですよね。日本と比べるとコンテナがめちゃめちゃ長い、いわゆるフェリーとかに積んであるやつと同じやつなんですね。あれをそのまま乗せちゃうということで。そして13時58分、チョチウォン駅に到着。鳥がいたすインと書いてチョチウォン駅です。そしてこの駅で5分ほど停車していたと思ったら ITX マウム号の通過待ちを行います。ここは特急列車なのであっちの方が早いです。この光景なんかどっかで見たことあるなと思ったら、この3日前の岡崎駅ですね。岡崎駅を思い出します。それはムグンファ号ずっと満員だったので、なかなか車両の中の雰囲気をお伝えできなかったんですが、こういう風にデッキと客車の敷居が透明なんですよね。これはなかなか見やすくていいですね。そしてもちろん長距離の客車なのでトイレもしっかりと完備されています。洗面台ももちろんあります。そしてずっと電車の中の韓国の方の様子とか観察していて、一つ気になったのがあって、こういう女性の前髪カーラーってあるじゃないですか。これをつけたまま出歩いている人を3人ぐらい目撃しまして、これって家で準備して外してから来るもんなんじゃないのって思うんですが、なんか見た目を気にしているのか気にしてないのかよくわかりません。We will soon be arriving at Cheonan Station. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train.
そして14時19分、チョナン駅で降りてしまいました。このムグンファ号をずっと乗ってたらソウルには着けるんですけども、この列車では行きません。あくまでも各駅停車の旅ということで、ここでムグンファ号を降りてしまいました。なんかロングシートの客車があった。ちょっと待って、これ乗りたかったな。ここだけ見たらすごい通勤電車みたいですよね。ムグンファ号って先ほど乗ったようなクロスシートの全車指定席の列車しかないので、そういう満員になった時に立ち席の方がロングシートのところで座って移動されるんでしょうかね。いやでもロングシートの客車、うわちょっと見たかったな。さあ久米駅からムグンファ号に乗って2時間チョナンという街で降りました。貨物列車とかアメリカみたいなかっこいいですね。そしてここからまた各駅停車のため、いわゆる京浜東北線みたいなやつですが、ここから首都圏電鉄1号線というのがソウル駅まで続いているということは、もうこれに乗ればソウルに着いてしまうという。いやついにここまで来ましたね。言ってたらちょうど来ましたね。あれが首都圏電鉄1号線という、これは普通の電車です。なんか普通に寒い気がするんですよ。昼間でこんな寒いのってなかなか東京ではないですよ。さあ次の列車に乗るまでの間にまたちょっとだけ街歩きに出かけましょう。特に何のあてもなくその街の空気を味わうのがすごい好きな時間だったわけですけども、もうこの旅ではここで最後ということになってしまうのがちょっとだけ寂しい思いがいたしました。これから首都圏電鉄1号線と先ほど乗ったムグンファ号のキョンプ線は完全に駅の入り口が分かれていて線路も別々になっています。そしてこちらが首都圏電鉄1号線の改札口、改札がしっかりと完備されて、いわゆる地下鉄とか私鉄の駅と似たような感じになっていますね。さあこれから乗る1号線はキョンプ線とは線路は分かれているもののほぼ同じルートを並走して走っています。それでそこからソウル市内の地下鉄1号線を経由して首都圏北部の郊外まで直通するという、京浜東北線みたいに大船から都心を通って大宮とか北の方に抜けるという、そういう感じですよね。路線図の雰囲気も日本と全く同じで、赤と黒がありますけど、赤は急行なんですよ。急行列車があるんですが、私は各駅停車で53と書かれたやつに乗ってきます。下にハングルが1文字書かれていますが、これは行き先を表すやつでチョンリャンリ駅というところ、ソウル市の上野みたいなターミナルがあるわけですが、そちらに行く列車チョンリャンに行きに乗っていきます。そして改札口からホームに降りると、なんか右と左でホームの高さがちょっとだけ変わっているんですよね。右側はムグンファ号みたいな客車が使う低床ホームで、左側は首都圏電鉄のいわゆる普通の電車なのでホームが一段高くなっています。こうやって路線に応じてホームを分けなきゃいけないのでめちゃめちゃめんどくさそうですね。こちらに止まっている1号線チョンリャンギ行きに乗っていきたいと思います。東京から数えること実に27個目の乗り物ということで、車内はこういう風に至って普通の JR の209系みたいな形ですよね。こちらでソウルへと歩みを進めていきます。よろしくお願いします。14時53分、ついにソウルへの最終ランナー1号線がチョナン駅を発車していきました。このチョナン駅自体はソウルの首都圏の中の一部の街なわけですけども、ここからソウル駅までは 96.6 キロ。なんと真鶴から東京とほぼ同じ距離なんですね。さっきから京浜東北線って言ってたんで、もう少し近いのかなと思ってたら、ソウルまで2時間6分もかかる。まだまだ旅は全然終わんないですね。そしてホームを出たと思ったら向こう側に、こちらチャンハン線というキョンプ線とは別の路線の客車列車が、チャンハン線が発着するホームだったんですね。チョナン駅を発車した1号線の列車はこういう風に結構ガラス機で、ここからソウル行くんだったら普通にキョンプ線の方が早いからそっち使いますよね。そしてドアの上に路線図がありましたが、うわすごい。これはソウルの地下鉄とそれから首都圏電鉄の路線図なわけですが、駅も路線もめちゃめちゃ多いわ。地方から上京する人ってこういう気持ちなんだろうなというのをすごい今しみじみと感じています。この列車自体はいつ製造のものかわからないんですが、結構新しめで壁が白くてすごい清潔感があります。そして椅子も日本の列車と変わらないかなと思いきや結構硬いんですよ。
音聞こえますか？結構カンカン言ってますよね。多分209系よりはお尻が痛くなりそうです。そしてこの1号線の列車は完璧に各駅停車なので、ここから各駅に停まっていきます。まずは次の駅14時57分、トゥジョン駅に到着。この駅からまたホームドアが復活しましたね。首都圏電鉄はほぼ全ての駅にフルスクリーンホームドアが完備されています。そしてキョンプ線はここから先はもう完全に複々線、4つの線路が敷かれた区間となります。これはムグンファ号とかが通るキョンプ線と首都圏電鉄1号線でそれぞれ線路が分かれています。いかにも首都圏っぽくなってきましたね。15時2分、畜産駅に到着。ちなみにこの駅は1号線で最も利用客が少ない駅だそうです。そんな駅でもしっかりホームドアしっかり完備してるわけですから偉いですよね。向こう側にキョンプ線のホームがありますが、キョンプ線は全列車通過してしまうので柵がしっかりと施されています。そして全然お客さん乗ってこないんです。兄弟車内を撮っていますが、こういう風に座席の端っこにピンク色の座席があって、ここは優先席ですね。日本にももちろん車両の端っこに優先席があって、空いてる時だったら全然人も座ったりしますけども、儒教の教えが根強い韓国では、若者はどんなに席が空いていても優先席には絶対に座らないという、そういう文化があるんですね。なんか若者分際でピンクの座席に乗っていたらお前何してんだよっていう感じですごい白い目を向けられるらしいです。この1号線の LCD はこういう風に通路にあって、これなんか見たことあるなと思ったら、網走行きに乗った223系と全く同じ構図ですよね。ここで JR 西日本を思い出すとは思わなかったな。で車窓に目をやると畑が広がっていて、その奥になんか白い塊がありますけど、あれはタワーマンションです。全部タワーマンション。日本にもタワーマンあるっちゃあるけど、こんなとてつもない数生えていないですからね。こうやって見たらもはや壁ですね。そして車窓左側目をやると、ちょっと真新しめの高架橋が近づいてきましたね。あれは SRT が通るスソピョンテク高速線という、ちょっと待って SRT って何ってとこから解説しますが、韓国には高速鉄道が2種類ありまして、コレール社が運営している KTX が20年前にできたもので、そして最近できたのがこちらの SRT という、なんと KTX よりも運賃が 10% ほど安い別の会社の高速鉄道がありまして、こちらその SRT のための線路です。なぜ一つの国に高速鉄道が2つもあるのかというと、それは競争体制を作ることにあります。長年、韓国国内の鉄道の大半は KTX を運営するコレール社がほぼ独占していました。それゆえに運営の非効率さというものも目立ってしまい、事故まで多発するようになってしまいました。そのような状況を改善するためには、鉄道業界に競争体制を確立するしかないと。そのためにコレールの子会社である SR 社が2013年に設立され、第2の高速鉄道を運営し、KTX としのぎを削るということになったわけです。KTX は首都の真ん中ソウル駅から発着するのに対し、SRT は中心部から離れたスソという町から発着します。そのスソ駅から車窓から見た SRT の専用線が伸びていまして、そして今乗っている1号線とも交差しています。そしてもう少し走ると KTX が走る線路、キョンプ高速線に合流して、モクプやプサンなど韓国南部の各都市へつながっているわけです。ちなみに SRT の発着ターミナルであるスソ駅、ソウル駅から18キロほど離れておりまして、東京駅からでいうと二子玉川ぐらいの距離感にあります。安さだけでなく立地の面から使い分けることもできそうです。車窓に戻りましょう。 SRT と首都圏電鉄1号線と乗り換え駅ピョンテクチジェ駅に15時18分に到着。ピョンテク市内のチジェにある駅ということでピョンテクチジェ駅、三河安城的なノリですかね。そしてこの駅、高速鉄道の SRT は止まるのに在来線のムグンファ号は通過してしまうそうです。2つ前の動画で紹介した三河安城も東海道新幹線のこだまは止まるのに在来線の快速は通過するということで、まさしく韓国版三河安城と言って差し支えないかと思います。 지금 청량리 방극행열차가
ここで数分停車していると思ったら、おーとまた急行の待ち合わせですか。またしても岡崎みたいな光景が繰り広げられていますが、各駅停車の旅あるあるですね。大半の方は急行に乗っていかれるそうで、この路線は郊外区間でのみこういう風に急行運転をしていまして、早く行きたいけど、キョンプ線は本数が少ないという時は、この列車に乗っていくと、ソウルまで早く行くことができるそうです。さあ、行き数もそれなりに多いので、ポン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 停車して、で10分間隔で列車がすれ違っていくので、なかなか見応えがありますけども、この列車、それなりに西武6000系です。さあ、ポツポツと駅に止まって、向こう側にまた壁のようにそびえるタワマンの数々が見えますが、これはトンタン新都市という、いわゆる千葉ニュータウン的な感じのやつなんですけども、ほとんど全てがタワーマンションとなっていて、なんと26万人の住宅が建設されているという、韓国はソウル一極集中の国でして、なかなか人口もひしめき合っていて、郊外に国を挙げてこうやって住宅を建設しているわけですが、恐ろしい規模ですよね。チョナン駅から乗ってここで初めてメロディーが鳴りました。ということはもうすぐ主要駅なんですよね。そして向こう側から線路がやってきたと思ったら、これはピョンジョム基地線という車両基地からの引き込み線が合流してくるわけですが、この車両基地の引き込み線、なんと営業運転しています。一駅区間だけこういう風に支線となっていて、車両基地の近くに駅を設けて、この車両基地の周囲に住んでいる住民の方を乗せているそうで、千代田線の北綾瀬とか博多南みたいな、そういう経緯でできた駅です。ビルにベタベタとカラフルな文字が貼られている感じがすごい東アジアだなって感じがしますけれども、15時49分、ピョンジョム駅に到着。ここも1号線は止まりますが、キョンプ線のムグンファ号は通過となっています。さあ、日本語のアナウンスが流れてきたということは、次はそこそこ大きめの街です。15時56分、スウォン駅に到着です。このスウォンという街はソウルから35キロほど離れたそこそこ大きめの街なわけですけども、1号線だけでなくキョンプ線の ITX セマウル、そしてムグンファ号のほか、なんとこの駅を経由する KTX も発着しているということなんですね。大半の KTX はこの区間高速線を走るわけですが、たった1日8本だけこのスウォンを通るためだけに在来線を走ってと思った。ちょうどその KTX がちょうどのタイミングで来ました。すごい。1日8本しかないんで、これ見られたのはかなりレアです。このスウォンに止まるためだけに在来線を走る KTX って、東海道線で例えたら、小田原から在来線に乗り入れて平塚に停車して、それからずっと東海道線を東京駅に向かうみたいな、そういうイメージですかね。そして向こう側に列車がいろいろ止まっていますが、あれは鉄道博物館です。かつて韓国で活躍した通勤列車や客車列車がいろいろ止まっているわけですが、その中には今は走っていない日本製の気動車も展示されているということで、ここでじっくり韓国の鉄道の勉強をするのもいいですね。そして線路が増えてきて、向こう側は機関車が走っている。これは貨物列車ですね。貨物列車も通るキョンプ線ですが、16時6分、ウィワン駅に到着。向こう側、先ほどのスウォン駅に止まった KTX に追い抜かれました。在来線と新幹線が同じホーム反対側ですれ違ったり並走したりなんて日本には絶対できないですからね。いや本当に面白い光景だと思ったら、今度これはムグンファ号ですかね。こう見ると客車列車でもかなり爆速で走ってるんですよね。日本だとかなりとことこゆっくり走るイメージが強い客車列車ですが、韓国に来るとそのイメージは完全に覆されます。そしてキョンプ線の上下線がちょっとだけ離れて真ん中にスペースができたと思ったら、なんか地面が盛り上がってきて、これはキョンプ高速線、テジョンで分岐したキョンプ高速線がここで合流して、ここは全ての KTX がソウルまで在来線と同じ線路を走ることになります。新幹線の線路だったはずなんですけども、ここで完全に在来線と一体化していますね。
ね。そして先ほどのキョンプ高速線は KTX の線路と言いましたが、なんと一駅区間だけ在来線が乗り入れてるんですよ。この目の前を走っているこのカンミョンシャトルという4両編成の短い列車が、ここは一駅先のカンミョン駅というところまで同じ線路を在来線と高速線が走っているという、もうわけわかんねえよって感じですけども、いや、こういうのをやってしまうのが韓国の鉄道の面白いところです。そしてキョンプ線と高速線の分岐駅、クムチョングチョン駅に16時27分到着しました。この駅からソウル市に入るということで、ついにソウルに足を踏み入れてしまいました。さあ、ここから KTX が乗り入れるということで、一気にキョンプ線の運行本数が爆増しました。ここが在来線と高速線が並走していて、先ほどスウォン駅で見かけた車両よりはこれは比較的新しめの車両です。おー、来ました。並走タイムですね。いやー、すごい。ここまで綺麗に追い抜かれると気持ちがいいものですけども、東京でも東海道線と新幹線が並走したりとかありますけども、こんなに近い距離ではなかったと思います。そしてこの KTX2 つの編成がつながっています。あとはやぶさ小町みたいな多層建ての高速列車があるんですね。様々な場所に KTX の列車を行かせるために、ソウル周辺ではこういう風に連結して走るということですね。 당신의 일상을 응원합니다. 가산 퍼스트 정형외과 의원으로 가실 분은 6번 출구로 나가시기 바랍니다. そして目の前に見えるすごいビル群はこれは国家産業団地という、いわゆる先端科学技術産業などを育成するために国を挙げて建設されているというとんでもない団地、オフィス街みたいな感じです。そして7000以上のベンチャー企業から韓国の大企業サムスン物産や、あと日本の富士フイルムの韓国法人もここにあるということで、韓国の国力を高めるために国を挙げて作った産業団地の目の前にまたしても駅があります。16時32分、カサンデジタル団地マリオアウトレット駅というところに到着。すげえ長い名前ですが、マリオアウトレットというのは多分この近くに商業施設があるということで、副駅名みたいなやつですね。で、そのカサンデジタル団地駅を出発して、なんてことない普通の沿線風景にも見えますが、この付近に世界的にも有名な鉄道撮影スポットがあるということで、検索してみたらあーってなると思います。いろんな方が見たことある写真が出てくると思います。 이번 역은 구로역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 인천 방면으로 가실 고객께서는 열차를 갈아타시기 바랍니다. そして向こう側に大きいビルがまた見えてきて、ついにこの大韓民国の首都ソウルに近づいているんだなということを感じます。そして私が乗っている1号線の線路は別の分岐する線路をオーバーパスして次の駅に入っているわけですが、ここから朝鮮初の鉄道キョンイン線と合流するわけです。ソウルとインチョンを結ぶための路線で、ここでキョンイン線とキョンプ線が合流するという、日本でいう大宮みたいな感じでしょうか。16時37分、黒駅に到着です。キョンイン線とキョンプ線が合流するための駅ですから結構でかいわけですが、ただキョンプ線の無群ファゴは通過してしまうということで、遠近分離のためにそうやって分かれているわけですね。さあ、ここからかなり線路の本数も一気に増えてぐちゃぐちゃになってきて、在来線と高速鉄道はちょっとだけ離れた場所を走っていますが、こうやって見ると山手線の田町から浜松町で新幹線と在来線が並走しているみたいな、ちょっとだけ親近感の湧く映像になってきました。今回の旅が個人的に初めての海外旅行ということで、韓国に来たのはもちろん初めてなわけですけども、雰囲気だけずーっと東京の風景に似てるなとか、岡山県のあの感じに似てるなとか、そういうのがずっと続いていて、すごい不思議な感覚ですよね。全く別々の国で全く異なる鉄道の方式で乗っているにもかかわらず、親近感を覚えてしまうというのが、これはちょっと韓国が癖になりそうです。16時45分、シンギル駅に到着。向かい側の1号線も結構お客さん乗って満員の電車となっています。こちらは比較的空いていますね。そして空が開けてきたと思った鉄橋を渡って、こちらハンガンです。ついにハンガンを渡ります。韓国で最も流域面積の広い川ということで、日本にとっての利根川みたいな川が首都ソウルのど真ん中を流れています。
でこの川の鉄橋も朝鮮戦争の時には北朝鮮軍の侵攻を阻止するために爆破された歴史を持つということで、悲しい一面も持ち合わせている一方で、今大勢の韓国市民をこうやって乗せているというわけですからね。で今走っている鉄橋の奥にも2本鉄橋があって、なんか宇都宮線の荒川鉄橋みたいにも見えてきました。そして空が開けてきて、向こう側にすごいビル群があると思った。あれは同じソウル市なんですけども、いわゆるカンナム地域という、オッパーカンナムスター。そして16時53分、竜の山と書いて43駅に到着。かっこいい駅名です。ここは一部の在来線列車や KTX、そして地下鉄路線が発着するソウル市内のターミナル駅ということで、プサン以外の別の地方都市に行き来する KTX はこの駅が始発となることも多いそうで、東京でいうところの上野駅みたいな存在ですね。さあ首都ソウルですが、完全に平地というわけではなくて山がそびえているわけですが、向こうにソウルタワーが、うわーこれも見たことあるわ。ソウルタワーがついに見えてきて、こちら16時55分ナメョン駅に到着。いわゆるなんてことのない普通の駅ですけども、ここはソウルにおける有楽町駅ということは、もうついにソウルまであと一駅、東京から4日間かかった旅がついに終わるわけです。いやーすごい。もうこの映像を撮ってる時は結構緊張してちょっとだけ手が震えましたね。いや本当にソウルに足を踏み入れます。そしてここからナミョン駅からソウルまで最後の一駅をほぼノーカットでご覧いただきたいと思います。공항철도 GTX-A로 갈아타실 고객과 빠르고 편안한 KTX와 일반 열차를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 이 역은 타는 곳과 전동차 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Seoul Station, Seoul Station. The station number is 133. The doors are on your right. You can transfer to the line number 4, Gyeonggi Line, Airport Railroad, or GTX-A. You can also transfer to the fast and convenient. そして韓国語はずっとわかんないまんまですけども、車内アナウンスはなんか雰囲気はわかりますよね。なんとか線はお乗り換えですみたいな、そういう文節の区切りでだいたいこういうこと言ってんだろうなっていうのは感じます。そして KTX の列車とホームが見えてきたということは、いよいよソウル駅だ。ついにソウル駅を目の前にして、大屋根のホームが見えてきて、そこに到着するんだと思いきや、あれなんか地面の様子おかしくない？なんか高くなってきてコンクリの壁がそびえ立ってきたということは、要するにこの列車は地下のホームに入ります。そうなんです。ソウル駅にも地下ホームがあるんですね。この先ソウルメトロ1号線という、れっきとした地下鉄に直通するために、もうこの駅からもう地下に入ってしまうということで、いわゆる東京駅の横須賀線総武線快速みたいな、そういうノリだと思ってもらえると幸いです。だからKTX と同じ大屋根のホームに降り立てると思っていたので、ちょっとだけ残念な気持ちがいたします。しかもこの地上を出たところにデッドセクションがあったんですね。ただ一回消灯するとかそういうことはなく、何の違和感もなくソウル駅に到着。東京駅から3日11時間2分かけて16時59分ソウル駅に到着しました。いやーお疲れ様でした。本当に長かった。本当に長すぎる旅でしたがね、こんな達成感に満ち溢れた旅はないですよ。ソウル駅では私の到着を喜んでファンファーレの音楽が流れてきています。本当にありがとうございます。と言いつつもソウル駅はいわゆる本当に普通の地下鉄の駅ということで、意外とホームも狭くて、その割に人もいたということで、長旅の余韻が雑踏にかき消されたような気持ちもいたしましたが、でもしょうがないですからね。さあ人生初のソウル、イヤガオにもテンションが高まってまいります。ワーパスをタッチして解説を終わります。ちなみにここまでの運賃は310円でした。真鶴から東京に匹敵する距離が310円ってめちゃくちゃ激安です。そしてこれが地上のソウル駅の駅舎。めっちゃ見たことあるわ。YouTube で見たことある光景が目の前に広がって、ここも大屋根がすごい立派な駅ですけれども、こちら KTX が発着するホームがこちらです。もうなんと立派な駅なんでしょうかね。
東京からここまでの長旅ですから、せっかくだったらねこの駅に降り立ってみたかったなというのが正直なところですけども、各駅停車という縛りを設けたので仕方がありません。 KTX ならばプサンからソウルまで2時間半ぐらいで着いてしまうところを、ムグンファ号とかテギョン線とか1号線をずっと乗り継いで、もうだいたい8時間ぐらいかかりましたかね。もうそのぐらいの長旅でしたが、いやーなかなか達成感のある旅となりました。ちなみにこの KTX が発着するソウル駅の片隅にこういう風に0キロポストがあるんですね。韓国にも0キロポストがあるんです。こういうふうにいろいろプサンまで何キロとかいろいろ書かれているわけですが、北の方にもねちゃんとね平壌とか新義州とか中国の国境の、もちろん北朝鮮の領地となっているので絶対に行くことはできませんが、そこまでの距離がしっかりと描かれています。そこまで KTX の列車で行ける日が来ることを本当に願っています。そしてその KTX が発着する近代的な駅舎を出て、その隣にですねめちゃめちゃ東京駅っぽい建物がありますけども、これまさしく東京駅を設計した辰野金吾さんの弟子の方がドイツの方と一緒に設計された駅舎ということで、1925年日本が朝鮮半島を支配していた時代に竣工し、なんと2004年まで現役の駅舎として使われていたらしいですよ。この建物自体はもう今文化財として指定されて、複合文化施設として今も活用されているという、ここの駅舎はしっかりと昔からソウルの人々の流れをずっと見ているわけですね。いやーやってきましたソウル。いや来ちゃったよソウル。今までの旅とは比べ物にならないぐらい達成感がすごいですね。東京から普通の鉄道だけでここまで、船も使いましたし、ムグンファ号とかも使いましたけど、いやーここまでやってこれた。丸4日間かかったんだな。いや長い旅でした。反対側の方を見てもすごい車が、うわーこれ見るとパッと新橋みたいな、そして奥にあれがありますね。この名前が出てくる南大門から、これがソウルだ。うわーすげえ。さあ私人生初の海外旅行となった今回いかがでしたでしょうか。東京からあえて飛行機を使わずに鉄道と船のみでソウルまで4日間かけてついに移動することができました。それはある意味80年前の飛行機が主流でなかった時代における人々の移動の仕方を追体験できたような、とても貴重な機会となりました。日本と韓国の間には海という大きな壁がありまして、その中で言語や文化も異なるわけですし、歴史問題でいざこざも起きたりしている両国なわけですけれども、こうやって陸路で実際に来てみると、本当に地理的に近いんだなということを肌で感じましたし、また両国の影響を未だにずっと受け続ける対馬の面白さだったり、それからムグンファ号から見た景色が思いのほか中国地方岡山県の景色に似てるんだなとか、二つの国のつながりというのをね、ひしひしと実際にこの体で感じることができて、それによってすごい細胞が活性化される気分になったというか、脳みそが活性化されたというか、こういう体験って旅でしかできないよなっていうのをね、ひしひしと感じることができました。もちろん飛行機で2時間で着いてしまうというのも便利でもちろんいいことなんですけれども、今回のタイパとは真逆を行くこの旅、本当に非常に贅沢な時間だったなと思いました。ここまで本当に長い時間ご覧いただきましてありがとうございました。스마트폰을 제외한 휴대전화는 항공기 출입구가 열려 있거나
Welcome to Tokyo Narita International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is off.